本日は久しぶりのこちらの鶏のもも肉を使って鶏からなんですけれども、今回はこちら花かつお、こちらを使って花かつおの鶏から作っていきたいと思います。はい、やっていきます。でまずはよいしょ、俺初めてこの入れ物の鶏肉買ったけど、多分あれだろうね、今もうトレイを削減してんだろうね。そっちの方が全然保存いいんだよね。こっちの方がいいわ。じゃあまず鶏肉ですね。今回鶏もも肉なんだけど3枚用意しております。でいつもはちょっと4分の1ぐらいのめっちゃ大きいのにしちゃうんだけど、今回は6分の1にしようかなと。あんまりね大きすぎると。ちなみに 800g ぐらいです、合計ね。今回はね衣に花かつお入るので、ちょっとあんまりね長い時間揚げちゃったりとかするとちょっと衣が焦げちゃうのが心配なので、あんまり大きすぎない方がいいですね。鶏肉は今回は6分の1カット。まあだとしても唐揚げが18個できるんだけどね。では下味をつけていきます。下味なんですけれども、今回はね30分ぐらいしかつけなくて大丈夫です。そんなね長時間つけなくても、衣の段階でね花かつお、鰹節を一緒にまぶすので、鰹節がね結構吸うんですよね。なので濃いめの味付けにはなると思います。はい、じゃあまずお醤油大さじ2杯。量結構お肉量はあるんだけど、そこまでめちゃくちゃ濃くしなくても鰹のね旨味をね十分、はい、吸ってくれると思うので。でみりんは大さじ1杯で、お酒大さじ1杯。見つけたんだけど、今もう料理酒が糖質までゼロになってんだね。すごいよね。はい、大さじ1杯で、ここにソーミシャンタン、こちらを小さじ1杯ほど。これでね一気に旨味が入るんで、まあ花かつおだけではちょっとねシンプルすぎるかなと思ったんで、一応ね味付けに。はい。でまあこれだけでもいいんだけど、一応ねニンニクと生姜はねいつも通りちょっとだけ入れようかなと。ただ今回ソーミシャンタンもしっかり入ってて、あとカツオの風味も味わいたいので、これはもう小さじ2分の1ぐらい。いつもの力がプルプルする。はい、2分の1ぐらいで同量のニンニク、こんなもんで。お酒、醤油、みりんにニンニク、生姜と、あと今回のソーミシャンタン、まあウェイパーとかでもいいですよ。じゃあとりあえず一旦これで混ぜちゃいます。まずね鰹節入れる前にしっかりとニンニク、生姜、ソーミシャンタンをよく溶かしてからきれいにまぶしてあげて、まぶすというか揉み込んであげて、でよーく揉み込んだらここに花かつおを入れちゃいます。花かつお、まあ普通の鰹節ちょっと大きいやつですね。これはねどれくらい入れようかな。まあ、今回ね鶏もも肉3枚分なんだけど、まあ目分量で1つかみ入れちゃいます。すげえ量。でもまあこれ水分吸っちゃうとへにゃってなるんでね、ここまでねきっちり測んなくても十分美味しいです。でちょっと一回上取って混ぜてから下側に入れよう。はい。でこれをちょっとよーく揉み込んでおきます。あんなにあったのがもう飲み込まれた。はい、OK。で鰹節もしっかりと馴染んでよーく揉み込んだら、はい、じゃあこの状態でちょっとまあ30分ぐらいかな、ちょっと漬け込んで味になじませたいと思います。でまあ僕らは30分やろうと思うんだけど、正直カツオがねしっかりと醤油とか吸ってくれてるので、この段階でもね十分しっかり味はするので、もうこのまま揚げちゃっても大丈夫です。ただまあ衣とかはつけるんでね、まあとりあえず僕たちは30分置きます。ではこちら30分、まあちょっと1時間近くはつけちゃったんですけれども、こちらに衣つけていくんだけど、今回は衣を外付けというかさ、粉だけ用意してつけるって感じじゃなくてもこの中に入れちゃうんだけど、いつもちょっと目分量なんでちょっと待ってね、様子見でいくね。まず片栗粉を5杯、多分ねもっと入れるはずなんだけど、とりあえず大さじ5でやるね、すり切りで。ちょっとこれ一回混ぜちゃいます。軽くねまとわせる感じ。あ、でもなんか5杯くらいでいけそうだな。めっちゃいい香りするやんけ。ちょっと衣をまとわせるんだけど、薄衣な感じプラス鰹節って感じにしたいから、あ、もう1杯ぐらいかな。大さじ多分すり切り大さじ6杯ぐらいで大丈夫です。で適度にまぶしたら、ここに最後後追いの鰹で、最初ほど入れなくてはいいんだけど、最初入れた量の半分ぐらいでいいかな。ちょっと乾燥した鰹も入れて、で最後衣にちょっとまとわせていく感じです。このカツオの部分がパリッとしていい感じに、いつもの唐揚げよりは多分今回はねちょっと
薄いと思います、衣は。水分もそんなね、多くないんで、カツオがね、結構吸ってるから、ちょっと薄めに衣がついて、おかかはね、きちんと周りにまとってる状態ですね。じゃあちょっと薄く衣がついて、こんな感じで鰹節はね、ピンと合うかな、結構、しっかりとお肉についてる状態です。そしたら、これで揚げ始めるんだけど、最初ちょっと油の温度は低めで、最初に入れる豆乳の段階で170ぐらいで、ちょっと温度が下がって160度ぐらいになるのを待ちたいと思うので、まず油の温度170度まで上げといてください。では、油の温度が160度今ちょっと超えてき始めたぐらいなんで、そろそろ入れていくね、準備をするんだけど、今回もね、米油を使ってるので、そんなに、油っこくならず良いと思います。鰹節がね、結構まとまっているんだけど、あんまり最初に触っちゃうと剥がれるので、なるべくね、本当に、今回はいつも以上に触らないように。OK、じゃあ170度ぐらいになったんで、入れていきます。おかかもいっぱいついてます。いきます。今回ね、最初は低温なんで、そんなバチバチっていう感じにはならないと思います。6切れずついきます。で、まずこの状態で160度ぐらいをキープして、2分間ほど揚げていきます。もうめっちゃいい香りする。で、30秒、40秒ぐらい経って、ちょっと衣が落ち着いてきたかなって時に、よくちょっと触ってひっくり返してあげる感じです。で、今回は2度揚げします。あと、下味、もし、揉み込んで、時間をかけて、1時間ぐらいね、かけてる場合、もし冷蔵庫に入れてたら、その揚げ始める30分ぐらい前には外に出して、常温には戻しておいてくださいね。中がね、ギンギンに冷えてると、ちょっと中まで火通すのが難しくなるんで。では、とりあえず今2分ほど経ったので、こちら一旦取り出します。で、ちょっと小ぶりなんでね、いつもよりも。これで今からね、ちょっと余熱で火を通していく。もうちゃんとね、おかかがまだ、周りにね、衣についてる状態なんですよ。最高ですね。で、この状態でちょっと今から余熱で火を通してる間に、残りのものもどんどん揚げていきたいと思います。では、最初の1度目の揚げはね、すべて終わったので、今から2度揚げをするんだけど、そしたら油の温度は180度まで上げてください。最低でも、余熱で火を通す時間を3分ぐらいは置いといてほしいんですよ。なんで他のを揚げていく間に、最初の1段階目のやつとかはね、十分中まで余熱に火が入ると思うので、大丈夫です。で、あとは、色づきがね、結構早いと思うので、180度上げて2度揚げする後はもうすぐさっと揚げる感じですね。では、温度が上がってきましたので、じゃあ、この第1弾の6個をね、2度揚げしていきます。いきます。よいしょ。はい。いいですね。で、ちょっとね、いつもこうやってバッと持ち上げるんだけど、今回はね、鰹節がね、結構割れちゃうと思うので、優しくね、やってあげてください。繊細に。で、このブクブクが少し収まるまでですね。大体でも30秒ぐらいで大丈夫だと思います。これでね、余計な水分も飛ぶし、よりね、衣がカリカリになります。で、大体3、40秒ほどで取り出します。では、こちらで花かつおの唐揚げ完成。じゃあ残りも揚げてね、実際食べていきたいと思います。では早速実食していきたいと思います。いただきます。いただきます。これはうまそう。いただきます。香ばしい。これはうまい。今までにない衣の感じだもんね。サクサク。うんまっ。カツオの風味がすごい上品で、噛めば噛むほど出てくる感じ。うまい。うんまっ。これは鶏肉の中もジューシーだしね。
してうまい。文句なしよ。本当に。で後味は本当にカツオのカツオ節の風味がね、結構さ、でもガツンっていうんじゃなくて本当に上品な感じで漂うからさ、めっちゃうまい。いやマジで本当こうちゃんの唐揚げお店よりうまいわ。完璧だ。マジでうまい。皮とカツオの部分でもう、うんもう最強。マジでうまい。あ最高。これしゅんちゃんがね作ってくれてる、なんて言えばいいんだろう、お漬物なんだけど、もうこのカブやばい。やばい。鳥肌立つよね、本当に。やばい。チキンスキン。どうしよう。マジで秒でなくなるわ。カリジュワってなった今。作ってほしい、ほんま。久々に黙るわ。やばい。ああ、この漬物もう最高、もう最高の定食ね。一応ね、つけなくてもいいんだけど、うんやっぱちょっとね、マヨとの相性よね。こんちゃんはもうそう、マヨなんね。マヨなんで。いただきます。いや本当にこうちゃんの唐揚げ食べてから外で唐揚げ頼むことがマジでなくなった。でもそれはほんまに、やっ本当にやっぱ全然違うからさ。ぱ自分で作った方がうまいやってなっちゃうんだよね。ラストいただきます。今もう俺無意識にマヨネーズつけてた。ということで本日はですね花ガツオの唐揚げをこうちゃんに作っていただいたんですけども、もうこのねカツオの風味がするこの衣がめちゃくちゃうまいです。もう食べた瞬間にもうカリッジュワって感じなんだけど、後からねこの鼻にねカツオの風味が抜けるのがねほんと上品な香りがしてめちゃくちゃ美味しいっていうのと、やっぱ旨味がすごいんで、噛めば噛むほど美味しいです。めちゃくちゃおすすめの唐揚げになってると思います。はい、もう開け方はねいつも通りこうちゃんのやつをね参考にしていただければとんでもなく美味しい唐揚げができると思いますので、ぜひ皆さん真似してみてください。はい、ということで本日は以上になります。はい、美味しかったです。ごちそうさまでした。最後までご視聴ありがとうございました。またね、バイバイ。